戦うシトラリの姿を見た数少ない者たちは皆、グラスバーバはなぜ枕で人を殴るのだろうかと疑問に思う。しかし2体の枕ことついついミメは、読書にも酒盛りにも休息にも寝坊にも付き合ってくれる貴重な存在だ。主人に似ていずれもなかなか手強い相手である。遅刻なんてしてないからね。いつもシトラリと一緒にいるついついミメはシトラリの影響でさまざまな砲術を学んだ。しかしシールドを張る時も嵐を作り出す時もシトラリの目的はただ一つ、旅人を守るのみである。元素スキルでシトラリは白曜シールドを展開し、黒曜ついついミメイツパパを召喚して敵に氷範囲ダメージを与える。また夜根値を一定量回復して夜根のカゴ状態に入る。白曜シールドのダメージ吸収量は元素熟知に依存し、氷ダメージについては追加の吸収効果を持つ。イツパパはフィールド上のキャラについていく。これが退場するとシトラリの夜根のカゴ状態も終了する。夜根値が一定値を超えるとイツパパは白水状態に入る。継続的に夜根値を消費しながらキャラに追随する総落の嵐を巻き起こし、範囲内の敵へ継続的に氷ダメージを与える。夜根値がゼロになると白水状態も終了する。添付50点のカーン解放後、イツパパが存在する間、付近にいるチーム内キャラクターが凍結反応または溶解反応を起こした後、該当反応の影響を受けている敵の炎元素と水元素の耐性がダウンする。またシトラリの夜根値が一定量回復する。この方法による夜根値の回復は一定時間ごとに1回のみ可能である。シトラリ、イツパパ、買おうよ。元素爆発発動時、星空と大地から来た盟友を刺激し、前方に氷晶の嵐を巻き起こし、氷範囲ダメージを与え、自身の夜根値を一定量回復する。さらに範囲内にいる一定数の敵の近くに氷霊のスカルを一つずつ召喚する。これは一定時間後に爆発し、氷範囲ダメージを与え、夜根値を一定量回復する。添付白水鳥の星衣解放後、元素スキルによるイツパパの総落の嵐及び元素爆発による氷晶の嵐のダメージ量がシトラリの元素熟知を基準にアップする。また付近のチーム内キャラクターが夜根バーストを起こすとシトラリは夜根値を一定量回復する。歳月は彼女に多くの経験を与えた。自ら動くことは面倒がりながらも彼女は知識を与えてくれる。シトラリがチームにいる時、夜根バーストを起こすとチームの年素値が一定量回復する。ただしこれは秘境、正当領域、新境螺旋では発動しない。年素を利用できるナタエリアでフィールド上のキャラが空中にいる場合、シトラリは夜根のカゴ状態で白曜ついついミメシトラリンの力を使い宙に浮いて登場する。またジャンプを長押しするとスタミナを消費して飛び上がることができる。年素を利用できるナタのエリアにいる時、シトラリは年素を消費してより高く跳躍する。シトラリは長押しで照準すると霊覚状態に入る。この状態にある時、シトラリは命令の落書きと命令のシジルから情報と力を引き出せる。家にいるのが好きなシトラリにとって手間のかかることは全て競争のようなものである。こんな時は悪用をもって悪用を制するべきだ。戦闘中シトラリは元素スキルを発動し、白曜シールドで仲間を守り、チームメンバーと協力して夜根値を貯める。これが一定量に達するとイツパパは白水状態に入り、総落の嵐を巻き起こして氷ダメージを与え、戦闘を有利に運ぶ。元素エネルギーが溜まったら元素爆発を発動して氷範囲ダメージを与えると同時により多くの夜根値を回復する。これによりイツパパは早く白水状態に入り、総落の嵐でフィールドを一掃できる。長い時を生きる者はさまざまな物語を残す。彼女にとっては日常の一部に過ぎない物語も、人から人へと伝えられるうちに現実離れした要素まみれになってゆく。誤解はこうして生まれた。しかしシトラリは人付き合いの悪い恐ろしい人物という評価を訂正する必要性は感じていない。むしろ人々に恐れられるグラスバーバそのものの振る舞いをすることもある。
大人の対応とも言えるが、何にせよ彼女のことをよく知る者ならばすぐに落ち込み、よく酔っ払い、娯楽小説を読んで薄ら笑いを浮かべる姿こそが真の彼女だと感じるだろう。